こんにちは。突然ですが、今あなたが使っている 3D プリンターはバンブーラボの A1 ミニですか？ボタンを押すだけで綺麗に印刷できる。レベリングや押し出しの調整もほとんど意識する必要がありません。そんな便利で当たり前の時代が来ています。ですが、この何もしなくていい状態は自然に生まれたわけではありません。少し前まではトラブルが起きたら自分で検索して試行錯誤して直していくのが普通の機械でした。そしてその時代に圧倒的な覇権を取って 3D プリンターを多くの人に届けた機種があります。それがクリアリティエンダー3です。エンダー3を知っている方は懐かしく、バンブーラボから入った方は昔はそんな時代もあったんだと少しでも興味を持っていただければ幸いです。今回は安かったから売れただけでは語れないエンダー3がここまで広がった本当の理由、検索文化と改造文化が後押しした激動の時代を振り返ります。一時期クリアリティエンダー3は入門機というカテゴリーを超えて事実上のデファクトスタンダードのような立ち位置にまで広がりました。一般的には安かったから売れたと説明されがちですが、それだけであれば同じように安い機種はいくらでも存在しています。エンダー3の普及には単純な価格以上の理由があります。その背景を理解すると、なぜこの機種だけが突出して広まったのかが分かってきます。まず前提として、エンダー3は完全にゼロから突然現れたわけではありません。当時すでに 3D プリンター市場には多くの中華メーカーが存在していました。いわゆる安いけれど品質は安定しない機種というカテゴリーが成立していたわけです。その一方で安定して使える機種としてはプルサのようなメーカーがあって、例えばプルサ i3、マーク3のような機種は価格は高いもののしっかりと動作してサポートも含めて完成度が高いという評価を得ていました。つまり市場はすでに高品質で高価格と低価格で不安定という二極構造になっていたわけです。そしてもう一つ重要なのがタイミングです。当時はトラブルが起きたら検索して原因を調べて自分で解決するのが当たり前の時代でした。2018年春に発売されたエンダー3はまさに絶妙なタイミングで世に出た機種です。ここが最初のポイントです。では、その時代の安い機種とは具体的にどういうものだったのか。これは単に仕上がりが悪いというレベルではなく、もっと根本的な問題を抱えているケースが多々ありました。例えば、電源周りの品質が安定していなかったり、基板の設計や実装にばらつきがあったり、モーター制御のノイズで挙動が不安定になるなどの問題です。さらに機械的な部分では、アクリル板をネジで組み立てるタイプが多く、フレームの合成不足や熱による歪み、そもそも組み立て式で精度が出ないという構造的な弱点もありました。その結果、フレームの直角が出ていない、リニア部分の精度が甘い、エクストルーダの押し出しが安定しないなど、調整以前にどこから手をつければいいのかわからないという状態になることも珍しくありませんでした。つまり安い機種というのは単に手間がかかるのではなく、何が原因か特定できないという問題を抱えていたわけです。ここが非常に重要で、原因が特定できないということは他人の情報がそのまま役に立たないということでもあります。その中でエンダー3はどうだったのかというと、確かに未完成ではあるものの致命的な欠陥があるわけではなく、調整すれば改善できるレベルの品質でした。例えばベッドの平面性が甘いとか、押し出しが不安定だとか、 G 軸の動きに癖があるというような問題は存在しますが、それらは原因と対処が対応づけられる種類の問題でした。さらにエンダー3は当時としては珍しく V スロットアルミフレームを採用していました。これはアルミの角材に V 字の溝が切ってあって、その溝に専用のローラーが噛み合う構造です。この構造によってフレームの歪みやガタつきが少なく、造形のズレも起きにくくなっていました。そして防電式でヘッドが軽く、動かす部分の重量が少ないため速度が出しやすいという特徴もありました。つまり問題はあるが原因がわかるので対策できる。そして構造的にも扱いやすいという条件が揃っていたわけです。この問題の原因と対策が共有できるという点が他の格安機との決定的な違いでした。もう一つ重要なのがソフトウェア側の背景です。多くの機種と同様にエンダー3もまたマーリンというファームウェアをベースにしていました。
これは電子工作の世界で標準的なアルドゥイノの環境で動く仕組みだったため、世界中のエンジニアが改良に参加しやすかったのです。マーリンはオープンソースで設定ファイルも公開されていて、 G コードの挙動が共通しているという点が非常に大きな意味を持っていました。他の機種のノウハウがそのまま使えるため、情報が広がりやすく、ユーザーは単に使うだけでなく、設定を変更したり、挙動を理解したり、書き換えたりすることも可能でした。つまりハードの未完成さに対してソフト側で調整できる余地を提供していたわけです。ではなぜこのような構成で価格を抑えられたのか。ここにはいくつか理由がありますが、大きい点としては構造の単純化と大量生産によるコスト圧縮、そして細かな調整の多くをユーザーの工夫に任せることで徹底的にコストを削ぎ落とした設計です。クリアリティは早い段階で巨大な工場を持ち、電源やモーター、フレーム、ホットエンドなどの部品を大量生産して、他の機種とも部品を共通化していました。さらに組み立て工数を極端に減らしたセミキット方式を採用することで製造コストを大幅に削減しています。つまり単に安くしたのではなく、ユーザーが調整や改造で補える範囲に絞って徹底的にコストを削ぎ落としたわけです。また構造の単純化と大量生産、部品の共通化によって価格破壊を実現したということです。このような設計の結果、エンダー3には自然と改造文化が生まれます。 G 軸の安定性を上げるためのデュアル G 軸化、押し出しの精度を高めるためのダイレクトドライブ化、レベリングの手間を減らすための BL タッチの導入、さらにはガラスベッドから PEI シートへの移行など、ユーザー自身が性能を引き上げていく流れができていきました。そして新ギバースではエンダー3用のパーツが爆発的に増えて、 YouTube でも改造動画が大量に投稿されました。本来であれば欠点であるはずの調整や改造が義務ではなく、むしろ楽しみとして受け入れられていきました。もちろんそのまま使えないわけではありませんが、手を加えることで自分専用のマシンに育てるという文化が同時に作られていきました。エンダー3改造が一つのジャンルとして成立するほどになっていたわけです。ここで重要なのは、これらが一部の上級者だけの話ではなく、比較的広いユーザー層に共有されていったことです。つまりエンダー3は買って終わりの製品ではなく、使いながら進化させる前提の機械として扱われていきました。そしてこの流れを決定的に支えたのが当時の情報環境です。まだ AI は登場しておらず、Google 時代でトラブルが起きたら検索するという行動が完全に定着していました。Reddit や Facebook のコミュニティ、YouTube の解説動画、新ギバースのコメント欄など、あらゆる場所に大量の情報が蓄積されていきます。さらに Amazon などで簡単に購入できたことも大きく、レビューや情報と結びついて、これを買えば大丈夫そうだという安心感が生まれていました。エンダー3はユーザー数が増えるほど情報が増え、情報が増えるほどさらにユーザーが増えるという循環に入り込みました。ここで重要なのは、トラブルを検索すればそのまま解決につながる状態が成立していたという点です。これは世界中のユーザーが日々積み上げた解決策が一つの大きな知恵の塊となって共有されていたような状態です。この圧倒的な情報量がエンダー3を唯一無二の存在にしました。自分一人では解決できなくても、ネットにつなげば数万人の経験を自分の知識にすることができます。それが当時のエンダー3ユーザーの強さでした。しかもその過程で自分で調べて解決するという体験自体が一種の楽しさとして機能していました。つまりここでは面倒だからやらないではなく、面倒だからこそ面白いという価値観が成立していたわけです。さらにこの流れは周辺市場にも波及します。互換パーツメーカーが増え、エクストルーダやホットエンド、各種ブラケットなど交換やアップグレードを前提としたパーツが大量に流通するようになりました。エンダー3のパーツは安価で大量に流通してエンダー3対応と書けば売れる市場が出来上がりました。結果としてエンダー3は単体の製品というより拡張可能な土台のような存在になっていきます。ユーザーは自分の用途に合わせて構成を変えて、結果として一台一台が少しずつ違う個体になっていきました。この柔軟性もまた大きな魅力の一つでした。ここまでを踏まえるとエンダー3が覇権を取れた理由が見えてきます。
エンダー3は単に安かったわけでも単に改造できたわけでもありません。トラブルはあるが調べれば解決できる品質だったこと。同じ機種の情報が大量に存在して検索がそのまま解決につながったこと。そして調整や改造そのものが楽しさとして成立していたこと。これらの条件が全て同時に成立していました。どれか一つ欠けてもこの状態は成立しません。つまりエンダー3は調べて解決するというスタイルが成立していた非常に特殊なタイミングに存在していた機種だったと言えます。だからこそこの成功は単純には真似できないものでした。ただしこの構造には明確な前提があります。それはユーザーが自分で調べたり試したり調整するユーザーに依存した構造になっていたということです。この前提が崩れた時同じ構造は成立しなくなります。そして実際に時代が進むにつれてこの前提は少しずつ変化していきました。今は Google から AI へ聞くへと変わりつつあります。かつては試行錯誤が前提の道具だったものが今は結果をすぐに求める家電に近い存在へと変わってきています。これは進化とも言えますが、見方を変えれば自分で調べて調整したり改造したりする、このような使いこなす楽しさは確実に減っています。後編ではエンダー3が残した功罪、そしてバンブラブの登場や AI で答えを聞く時代への変化がなぜエンダー3の前提を崩していったのかを掘り下げていきます。エンダー3の時代を知っている方は懐かしく感じられたかもしれません。バンブーラボを買って便利になったのはいいけど何か味気ないと感じている方は昔の 3D プリンターのことを思い出していただけたでしょうか。それでは前編は以上となります。ご視聴ありがとうございました。